皆さんこんにちは。フルスタックチャンネルです。今回は T3 スタックを使用してブログシステムを構築していきます。T3 スタックとは Next.js、TypeScript、Prisma、Tailwind CSS、NextOS を使用したフルスタックのウェブ開発スタックです。前回の認証システム構築編ではアプリに必須の認証システムを構築しました。今回のブログシステム構築編ではブログの一覧表示、詳細表示、新規投稿、編集、削除、プロフィール詳細表示の機能を実装していきます。ブログシステムはアプリ開発の基盤となり、これをもとにさらに応用的なアプリケーション開発を行うことができるようになります。T3 スタックを使用したブログシステム構築に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。それでは、始めていきましょう。今回のチュートリアルは、認証システム構築編の続きから実装していきます。認証システム構築編では、ログイン、Google とメールアドレスでのサインアップ、ログアウト、パスワード再設定、パスワード変更、プロフィール編集機能を実装しています。まだ認証システムを構築していない方は、こちらの動画を参考に実装してください。今回使用するライブラリをインストールします。バージョンはこのようになっていますので、チュートリアルのバージョンに合わせてインストールしてください。プリズマを使用してデータベースを構築していきます。ブログ用のモデルをユーザーモデルに紐付けていきます。ブログ用のモデルのポストを追加します。タイプスクリプトのコードを生成します。マイグレーションファイルを作成せずに、直接データベースを構築します。プリズマスタジオでデータベースの中身を確認します。ポストテーブルが生成されていることが確認できます。新規投稿する機能を実装していきます。ユーザーナビゲーションに新規投稿画面へのリンクを追加します。新規投稿ページを作成します。各モジュールをインポートします。ポストニューページ関数を作成します。認証情報を取得して、認証していない場合はログインページにリダイレクトします。新規投稿コンポーネントを作成します。新規投稿では、サムネイル画像、タイトル、内容を入力します。タイトル、内容の入力データの検証ルールを定義します。ポスト入関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。TRPC のクリエイトポストを使用して、新規投稿をします。新規投稿に成功したら、詳細画面に遷移します。新規投稿に失敗したら、トーストでエラーメッセージを表示します。投稿ボタンをクリックしたら、オンサブミット関数がコールされます。画像をアップロードした場合は、ベース64イメージ変数にベース64形式の画像データを設定します。画面をアップロードしていない場合は、ベース64イメージ変数がアンディファインドになります。クリエイトポストで新規投稿をします。
画像をアップロードするとオンチェンジイメージ関数が実行されます。ファイルサイズのチェックを行い、ベース64形式の画像データをイメージアップロードに設定します。5MB を超えた画像がアップロードされた場合は、トーストでエラーメッセージを表示します。新規投稿のフォームを作成していきます。サムネイル画像はイメージアップローディングを使用して画像をアップロードします。画像をドラッグ&ドロップでアップロードできるエリアを作成します。画像をアップロードすると画像が表示されます。画像を変更するボタンをクリックすると画像が変更できます。投稿のタイトル、内容の入力フォームを作成します。投稿ボタンを作成します。リアクトイメージスアップローディングライブラリを使用して画像をアップロードしています。リアクトアプリケーションで画像をアップロードするためのツールです。アプリケーションに画像アップロード機能を簡単に追加でき、ユーザーが画像をアップロードするプロセスを制御しやすくなります。このライブラリは、プロジェクトの UI に合わせてカスタマイズが可能で、独自のデザインや動作を実装することができます。詳細は、公式ドキュメントを参考にしてください。ルーターの定義に、投稿用のルーターのポストルーターを追加します。投稿用のルーターを作成します。各モジュールをインポートします。ポストルーター関数を作成します。新規投稿のクリエイトポストを作成します。認証が必要なのでプライベートプロシージャーを使用します。インプットには入力データの型を定義します。新規投稿はデータベースを変更するのでミューテーションを使用します。取得はクエリー、変更はミューテーションを使用するようにしてください。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットからタイトル、内容、画像データを取得します。CTX からユーザー ID を取得します。画像をアップロードした場合は、Create Cloud イメージ関数で画像をクラウディナリーにアップロードします。戻り値として画像の URL を取得することができます。投稿をデータベースに保存します。クラウディナリーに画像をアップロード、削除する関数は以前作成したので、そのまま使用します。サムネイル画像は必須ではないので、デフォルトのサムネイル画像を用意します。デフォルトのサムネイル画像をパブリックフォルダに格納します。新規投稿の動作を確認します。ユーザーナビゲーションの新規投稿から新規投稿画面に遷移します。サムネイル画像をアップロードして、タイトル、内容を入力して投稿します。投稿に成功すると、詳細画面に遷移します。詳細画面はまだ実装していないので、エラーが表示されます。プリズマスタジオでデータベースの中身を確認します。
投稿がデータベースに保存されていることが確認できます。投稿の一覧を表示する画面を実装していきます。トップページに投稿一覧を表示したいので、トップページのページ .tsx ファイルを修正します。各モジュールをインポートします。ホーム関数を作成します。trpc の getPosts をコールして、投稿一覧を取得します。投稿がない場合は、投稿はありませんと表示します。取得した投稿一覧をマップでループして、ポストアイテムコンポーネントに渡して投稿を表示します。投稿一覧を取得する API を実装します。投稿一覧の取得は、認証なしで取得できるように、パブリックプロシージャーを使用します。投稿の一覧を取得するだけなので、クエリーを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。投稿一覧を取得します。投稿アイテムコンポーネントを作成します。投稿のサムネイル画像、タイトル、投稿内容、投稿者名、投稿日時を表示します。ポストアイテム関数を作成します。投稿一覧には、すべての内容を表示できないので、60文字に制限します。投稿日時からどれくらい前に投稿されたのかを表示します。投稿一覧の表示を作成していきます。サムネイル画像を表示します。投稿のタイトル、内容、投稿者を表示します。トップページに投稿一覧が表示されていることを確認します。先ほど投稿したブログが表示されていることを確認できます。投稿の詳細を表示する画面を実装していきます。投稿詳細ページを作成します。各モジュールをインポートします。ポストディテールページ関数を作成します。動的ルーティングから投稿 ID を取得します。getOS セッションをコールして認証情報を取得します。trpc の getPostById をコールして投稿の詳細情報を取得します。投稿がない場合は、投稿はありませんと表示します。投稿の詳細情報を取得する API を実装します。投稿の詳細情報の取得は、認証なしで取得できるように、パブリックプロシージャーを使用します。インプットには、入力データの型を定義します。投稿の詳細情報を取得するだけなので、クエリーを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。
インプットからユーザー ID を取得します。投稿の詳細情報を取得します。投稿の詳細情報を表示するコンポーネントを作成します。投稿タイトル、投稿者、投稿日時、サムネイル画像、投稿内容を表示します。ポストディテール関数を作成します。投稿タイトルを表示します。投稿者と投稿日時を表示します。サムネイル画像を表示します。投稿内容を表示します。投稿詳細画面の動作を確認します。投稿一覧をクリックすると、投稿詳細画面に遷移します。投稿の詳細情報が表示されていることを確認します。投稿を編集する機能を実装していきます。投稿詳細画面に、投稿編集ボタンを追加します。投稿編集ボタンは、認証ユーザーと投稿者が一致する場合に表示します。投稿編集ページを作成します。各モジュールをインポートします。ポストエディットページ関数を作成します。動的ルーティングから投稿 ID を取得します。GetOauth セッションをコールして、認証情報を取得します。認証情報がない場合は、ログイン画面に遷移します。TRPC の GetPostById をコールして、投稿の詳細情報を取得します。投稿がない場合は、投稿はありませんと表示します。投稿の編集権限がない場合は、編集できませんと表示します。投稿編集コンポーネントを作成します。投稿編集画面では、新規投稿と同様に、サムネイル画像、タイトル、内容を入力できるようにします。タイトル、内容の入力データの検証ルールを定義します。ポストエディット関数を作成します。サムネイル画像の初期値を設定します。投稿にサムネイル画像が設定されていない場合、デフォルトのサムネイル画像を表示します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。TRPC のアップデートポストを使用して投稿を編集します。投稿の編集に成功したら、投稿詳細画面に遷移します。投稿の編集に失敗したら、トーストでエラーメッセージを表示します。編集ボタンをクリックすると、オンサブミット関数が実行されます。画像を変更した場合は、ベース64イメージ変数にベース64形式の画像データを設定します。画像を変更していない場合は、ベース64イメージ変数がアンディファインドになり、画像が変更されません。アップデートポストで投稿を編集します。画像をアップロードすると、オンチェンジイメージ関数が実行されます。ファイルサイズのチェックを行い、ベース64形式の画像データをイメージアップロード変数に設定します。5MB を超えた画像がアップロードされた場合は、トーストでエラーメッセージを表示します。投稿を編集するフォームを作成していきます。
投稿編集は、すでにデフォルトの画像が設定されているため、オンイメージアップデートを使用して画像を変更します。アップロードした画面を表示します。画像を変更するボタンを作成します。投稿のタイトル、内容を入力するフォームを作成します。編集ボタンを作成します。投稿を編集する API を実装します。投稿編集は認証が必要なため、プライベートプロシージャーを使用します。インプットには、入力データの型を定義します。投稿編集はデータベースを更新するため、ミューテーションを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットから投稿 ID、タイトル、内容、画像データを取得します。CTX からユーザー ID を取得します。画像がアップロードされた場合、投稿の詳細情報を取得します。投稿が見つからない場合はエラーを返します。投稿の編集権限がない場合はエラーを返します。画像を変更した場合、古い画像を削除します。画像のパスからパブリック ID を取得します。デリートクラウドイメージ関数で画像を削除します。クリエイトクラウドイメージ関数で新しい画像をアップロードします。投稿データを更新します。画像を変更しない場合、イメージ URL はアンディファインドになり、画像は変更されません。投稿を編集できるか動作を確認します。編集ボタンをクリックして、投稿編集画面に遷移します。タイトルを変更してみます。投稿の詳細画面、一覧画面で編集内容が反映されていることが確認できます。投稿を削除する機能を実装していきます。投稿詳細画面に削除ボタンを追加します。TRPC のデリートポストで投稿を削除します。投稿の削除に成功したら、トップページに遷移します。投稿の削除に失敗したら、トーストでエラーメッセージを表示します。削除ボタンをクリックしたときに、ハンドルデリートポスト関数がコールされます。投稿者とログインユーザーが一致しない場合は、トーストでエラーメッセージを表示します。デリートポストで投稿を削除します。削除ボタンを追加します。投稿を削除する API を実装します。投稿削除は認証が必要なため、プライベートプロシージャーを使用します。インプットには、入力データの型を定義します。投稿削除はデータベースを更新するため、ミューテーションを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットから投稿 ID を取得します。CTX からユーザー ID を取得します。投稿の詳細情報を取得します。投稿が見つからない場合は、エラーを返します。投稿の削除権限がない場合は、エラーを返します。画像を削除します。画像のパスからパブリック ID を取得します。デリートクラウドイメージ関数で画像を削除します。投稿を削除します。投稿が削除できるか確認します。
新規投稿をします。削除ボタンをクリックして投稿を削除します。投稿が削除されていることが確認できます。投稿者のプロフィールを表示する画面を実装していきます。ユーザーナビゲーションに自分のプロフィール画面へのリンクを追加します。ユーザー投稿詳細ページを作成します。各モジュールをインポートします。オーサーディテールページ関数を作成します。動的ルーティングからユーザー ID を取得します。GetUserByID ポストをコールして、ユーザー情報と投稿した記事の一覧を取得します。ユーザー情報が存在しない場合は、ユーザーは存在しませんと表示します。ユーザー情報と投稿した記事の一覧を取得する API を実装します。ユーザー投稿詳細取得は、認証なしで取得できるように、パブリックプロシージャーを使用します。インプットには、入力データの型を定義します。ユーザー情報と投稿した記事の一覧を取得するだけなので、クエリーを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットからユーザー ID を取得します。ユーザー ID が存在しない場合はヌルを返します。ユーザー情報と投稿した記事の一覧を取得します。ユーザー情報が存在しない場合はヌルを返します。ユーザー情報を返します。ユーザー投稿詳細コンポーネントを作成します。ユーザーのプロフィール画像、名前、自己紹介、投稿した記事の一覧を表示します。オーサーディテール関数を作成します。プロフィール画像を表示します。名前と自己紹介を表示します。投稿一覧を表示します。投稿した記事の一覧をマップでループして、オーサーポストアイテムコンポーネントを表示します。ユーザー投稿アイテムコンポーネントを作成します。投稿した記事のサムネイル画像、タイトル、更新日時を表示します。オーサーポストアイテム関数を作成します。サムネイル画像とタイトルを表示します。更新日時を表示します。ブログの投稿者のプロフィールが表示できるかを確認します。プロフィールの詳細情報が表示されていることを確認できます。以上で T3 スタックを使用したブログシステムの構築は終了です。このチュートリアルでブログの一覧表示、詳細表示、新規投稿、
編集、削除、プロフィール詳細表示の機能を実装することができました。T3 スタックを使用することで、ブログシステムもかなり効率よく開発ができました。ブログシステムは、どんなアプリケーションにも応用が効きますので、ぜひご自身のアプリ開発に役立ててください。講座のソースコードは、LINE 登録するとダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは全でも解説していますので、参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人開発の疑問点など、何でもご質問ください。会員登録しておくと、新着の講座情報が届きます。もし参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。